こんにちは、マダムサライです。いつもご視聴くださりありがとうございます。さて、今回は W202 初代 C クラスの深掘り解説をお届けしようと思います。1993年のデビューから数え、すでに30年の年月を超え、今や立派にネオクラシックの仲間入りを果たした W202。日本では元祖コンパクトクラスである190シリーズ W201 の陰に隠れてしまったり、またこの日本お得意のコストダウン説が先走ってしまい、どうしてもネガティブな評価をされがちな1台です。しかしこの C クラス開発責任者の人物像を紐解き、マイバッハ財団で語った言葉を知れば、間違ってもコストダウンなんて言えたものではありません。それを裏付けるように、本国ドイツではこの C クラスに関する記事や論評を見る限り、どこを見てもコストダウンという言葉自体が見当たりませんし、むしろ非常に信頼性が高く、堅牢なモデルとして今日でも信頼できる長距離車両として評価されていることをご存知でしたでしょうか。それでは初代 C クラス W202 深掘り解説スタートです。初代 C クラス、その開発にあたっては革新的なテクノロジーはもちろんのことですが、より幅広い顧客にアピールすることにも注意が払われました。例えば C クラスというモデル名も、車格を表すセグメントの後に排気量を組み合わせる新しいロジックが採用され、非常に分かりやすくなりましたよね。そしてデザインもより洗練されたエレガントな雰囲気が取り入れられ、いわば今までの男性目線から女性目線を強く意識したものになっています。結果としてこのマーケティングは大成功を収めることになり、約190万台という大ヒット作となりました。これはダイムラーにとって未知の領域であったコンパクトクラスにおいて、ベビーベンツ W201 の成功をより確固たるものにしたと称えられています。また前置きが長くなってしまいましたが、まずは開発過程などをすーちゃんよろしく。了解です、マダム。それでは初代 C クラスである W202 の解説を進めさせていただきます。1986年、ダイムラーベンツはベビーベンツ W201 で成功を収めたコンパクトクラスでの地位を不動のものにするべく、次世代モデルの開発に着手します。それが開発コード W202、すなわち初代 C クラスです。しかし大ヒット作の後に続く続編は成功しないという通説が存在するように、当初から非常に困難が予想されました。そこでダイムラーが車両開発責任者に抜擢したのが、同社の歴史を語る上で欠かすことのできないエンジニア、ヘルマン・ガウス教授です。古くはグランドメルセデスのオートマチックトランスミッションの開発に携わり、その後 C クラスはもとより E クラス、S クラスの開発責任者を務め、最後の作品となる新型マイバッハの開発においては、取締役会から定年を慰留されてまでその任に就きました。まさにダイムラーの誇るスーパーエンジニアといって決して過言ではないヘルマン・ガウス教授なのですが、教授はこの C クラスの開発にあたり、一番着目したのが中央ヨーロッパにおける人口が年々増加しているという事実を述べています。そのためコンパクトなサイズはそのまま、快適性と空間を大幅に向上させることを目標に開発は進みます。そしてエンジン、アクスル、トランスミッションなどのコンポーネントの再配置をはじめとし、新開発された62リットル樹脂製燃料タンクを初採用することにより、軽量で自由に成形できるメリットを生かした空間設計が可能となりました。最終的にボディサイズは W201 に比べわずかながら大きくなりましたが、その快適性と居住空間は飛躍的に高まることになり、顧客層からの高い評価を得たことは言うまでもありません。開発責任者のヘルマン・ガウス教授は
ダイムラーベンツを退職後、シュットガルト大学の名誉教授に招聘されたことから、教授の継承で呼ばさせていただいておりますが、その業歴そのものが本当にすごいんです。1997年、ダイムラーベンツは東京モーターショーにおいてメルセデス・ベンツマイバッハコンセプトモデルを出展し、マイバッハブランドを復活させることを決定したのですが、その開発責任者が教授だったんです。世界でナンバーワンのリムジンを作らなければならない。定年退職直前にとてつもないプロジェクトを任された教授の心中はどのようなものだったのでしょうか。それでは続いて、ダイムラーベンツが C クラスに投入した革新的テクノロジーのお話に移ります。この C クラスの開発にあたって要求される安全基準も飛躍的に高められたのは言うまでもありません。それは前面衝突及び後面衝突における安全性の向上に加えて、側面衝突保護を最優先にしたことなどが挙げられます。これは一体型のサイドウォールを採用したことにより、非常に高いレベルの強度が得られることになりました。さらに環状構造によりドアの強化、フロントシートの下にある巨大なクロスメンバーがセンタートンネルと車両の衝撃を受けていない側に力を伝達する機構などを備え、乗員の安全性は飛躍的に高められることになりました。このほか、運転席エアバッグ、前部のベルトテンショナー、後部の自動シートベルト高さ調整、およびアンチロックブレーキシステムなどが標準装備されました。続いて、操縦性に関するテクノロジーなのですが、190シリーズのマルチリンクリアアクスルは実績があり、この C クラスでも引き続き使用されることになります。しかし、ダブルウィッシュボーン式サスペンションを採用したフロントアクスルは、ショックアブソーバーとスプリングを別体としたものが新開発されます。マクファーソンストラットと比較して、ショックアブソーバーがスプリングをガイドしたり、曲げモーメントを伝達したりする必要がないため、転がりの快適性が飛躍的に向上したことが挙げられます。そして、パワーステアリングも全車標準装備となりました。この他にも、オドメーターとトリップメーター用のデジタル表示を備えた電子速度計、透過光技術を使用したディスプレイを備えた計器クラスター、中央ロックシステムも標準装備の一部であり、リクエストに応じて赤外線リモコンでも利用可能となりました。なお、この C クラスの開発にあたっては、設計時より環境への対応が考えられていました。水質汚染の観点から塗装は水性塗料に切り替わり、部品点数の実に 85% を確実にリサイクルできるように目標が定められました。そして冒頭にも述べさせていただきましたが、このエレガントなデザインはチーフデザイナーのピーター・ファイファー氏のリーダーシップの下で進められていましたが、デザイン界のジョブホッパーともいえる天才デザイナーオリビエ・ブーレイ氏の力作として知られています。このブーレイさん、なかなか一つの会社で落ち着きません。プジョー・シトロエンのデザインスタジオに勤めていたと思ったらいつの間にかフィアット、そしてアルファロメオのデザインを担当。その後2年ほどポルシェに在籍していて、気がついたらダイムラーで C クラスのデザインを手掛けていました。このほかスバルの2代目レガシーや三菱のランエボなどのデザインも担当していますが、一時期慶応大学の教授に収まっていましたので、ご存知の方も多いかと存じます。才能だけで世界の自動車メーカーを渡り歩き、エレガントなメルセデスを表現したオリビエ・ブーレイ氏、その力作が初代 C クラスとして高く評価されています。その上、この初代 C クラスのデザイン的なトピックを語る上で忘れてはならないのが、そのボディバリエーションが挙げられます。ダイムラーでは、より幅広い顧客層にアプローチするため、当初から装備品の違いによる4つのバリエーションを用意しました。堅実的なデザインのクラシック、若々しく小粋なエスプリ、フォーマルでエレガントなエレガンス、そしてダイナミックでテクニカルなスポーツです。後にチーフデザイナーピーター・ファイファー氏は、このエスプリとスポーツのおかげで
W202 のデザインが堅実すぎると感じていた購入者を説得することができましたと語っています。ちなみにエスプリトスポーツには 25mm 低いローサスペンションがセットアップされていました。また1996年にはコンパクトクラス初となる T モデル、いわゆるエステートが投入されました。これはサルーンの設計段階の早い段階で、当時のダイムラー経営委員会も社内名称 S202 のエステートモデルを開発することを決定してました。積載量は後部座席を折りたたんだ状態で荷室カバーの高さまで465リットルとなり、シートを倒した状態でルーフまで積載すると最大積載量1510リットルを実現しています。何でもフォーマルでエレガントな仕様であるエレガンスが販売台数の3分の1を占めたそうですから、女性目線を意識したコンセプトは大成功と言えますよね。それでは最後となりますが、エンジンと AMG モデルに少しだけ触れて終わりにしようと思います。この C クラスでは2リッター直列4気筒 M111 を中心に世界初となる4バルブのディーゼルエンジンを投入しました。 W202 のエンジンバリエーションは驚くべきことに17種類ものエンジンが展開されています。初期モデルでは W124 のエンジンでもおなじみの直列4気筒 M111 エンジンを中心に 1.8 リッターから 2.3 リッターまで搭載されていましたが、その後新開発された V6 エンジンに順次置き換えられています。その他にもスーパーチャージャーモデルがあったり、ディーゼルエンジンのモデルも当然ラインナップされておりました。その他 AMG モデルとして初コラボとなった C36 には直列6気筒 M104 エンジンを 3.6 リッターまでスーパーアップしたものを搭載。最終モデルとなる1998年登場の C55 には V8M113 エンジンを 5439cc まで排気量アップしたものを搭載していました。また特筆すべきはこの C クラスから AMG がカタログモデルとしてラインナップされたということです。初期の段階から AMG の工場でボディワークが施され、飛躍的に高められた車体剛性とハイパワーエンジンにより、その後のヨーロッパツーリング選手権での活躍はその名を世界中に知らしめました。いかがでしたでしょうか。 W202 初代 C クラスの深掘り解説。生産期間中2度のモッフ、いわゆるフェイスリフトが行われましたが、それ以外にも年次改良は毎年行われ、進化し続けた W202。 最後に開発責任者ヘルマン・ガウス教授のお言葉を添えて終わらせていただこうと思います。それでは私はこの辺で。さようなら。